春日部紬のゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部紬です。今回はプレイヤーに射撃攻撃を実装します。攻撃実装してみた、ミニゲーム、その3。早速、実装してみましょう。1、準備。今回は、ハブからパラゴンレースを使用します。1-1、アニメーションブループリントの作成。レースアニムブループリントを作業フォルダに複製します。名前を ADTTPS にします。ファイルを開きます。レースプレイヤーキャラクターにキャストしている処理を削除します。イベントブループリントビギンプレイも不要なので削除します。イベントブループリントアップデートアニメーションのデルタタイム X は、序算につながっているので、0より大きい場合にします。イベントブループリントアップデートアニメーションより、ブランチノードを配置します。デルタタイム X より、グレーターノードを配置します。下のピンを 0.0 にして、ブランチノードのコンディションにつなぎます。コンパイルして保存します。DTTPS キャラクターを開きます。ビューポートに移動します。詳細パネル、アニメーション、アニムクラスに ADTTPS をセットします。詳細パネル、メッシュ、スケルタルメッシュアセットで、専用のスケルタルメッシュをセットします。ビューポートを見ると、ちゃんと反映されてますね。コンパイルして保存します。1-2、アニメーションモンタージュの作成。今回は、射撃用のアニメーションとして Fire Eye First V1 を使用します。Fire Eye First V1 を右クリック、作成する、アニムモンタージュを作成で、アニメーションモンタージュを作成します。ファイル名の末尾にモンタージュが追加され、ファイルが作成されます。Fire Eye First V1 モンタージュを作業フォルダへ移動させます。名前を TTS モンタージュにします。弾丸用ナイアガラの作成。弾弾用のエフェクトをナイアガラで作成します。右クリック、ナイアガラシステム、ダイナミックビームを選択します。名前を NS プロジェクタイルにします。ファイルを開きます。リボンレンダラを削除します。スプライトレンダラーを追加します。エミッターステートを選択します。ライフサイクルモードをシステムにします。ビームエミッターセットアップを選択します。問題を修正します。ノートを閉じます。ビームエンドを X100 にします。スポーンバーストインスタンテイニアスを選択します。ノートを閉じます。スポーンカウントを1にします。イニシャライズパーティクルを選択します。ライフタイムをエミッタのカレントループギュレーションにします。ポジションモードをシミュレーションポジションにします。スプライトサイズモードをユニフォームにします。ユニフォームスプライトサイズを 10.0 にします。スポーンビームを削除します。ビームイグスを削除します。パーティクルの更新のプラスより、スケールスプライトサイズを追加します。キーを選択します。0.0、2.5 にします。キーを選択します。1.0、2.5 にします。アップデートビームを選択します。問題を修正します。ノートを閉じます。カラーを選択します。色を指定します。保存します。3、弾丸アクタの作成。弾丸用アクタを作成します。右クリック、ブループリントクラス、アクタ。名前を BT プロジェクタイルにします。ファイルを開きます。コンポーネントパネルで、セルフを選択します。詳細パネル、アクタ、イニシャルライフスパンを 5.0 にします。コンポーネントパネルのクラス追加より、プロジェクタイルムーブメントを追加します。詳細パネル、プロジェクタイル、イニシャルスピードを 1000.0 にします。プロジェクタイルグラビティスケールを 0.0 にします。まっすぐ飛ぶようになります。スフィアコリジョンを追加します。名前をスフィアコリジョンにします。ナイアガラコンポーネントを追加します。詳細パネル、ナイアガラシステムアセットを NS プロジェクタイルにします。スフィアコリジョンを右クリック、イベントを追加、オンコンポーネントビギンオーバーラップを追加します。対象がエネミーかどうかを判定します。アザーアクターを右クリックして、変数へ昇格します。アザーアクターより、アクターハズタグノードを配置します。タグ名をエネミーにします。リターンバリューより、ブランチノードを配置します。変数アザーアクター、セットノードにつなぎます。対象が障害物かどうかを判定します。アザーアクターより、
アクターハズタグノードを配置します。タグ名をオブスタクルにします。リターンバリューより、ブランチノードを配置します。エネミー判定のブランチノードのフォールズにつなぎます。エネミーまたは、障害物であれば、ヒットパーティクルが発生するようにします。スポーンエミッターアットロケーションノードを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。エミッターテンプレートにヒットパーティクルを設定します。ヒットパーティクルが発生する場所は、ヒットした時のこのアクターの場所にします。ゲットアクターロケーションノードを配置します。ロケーションにつなぎます。ヒットした時にエネミーにダメージを与えます。変数技アクター、ゲットノードを配置します。変数技アクター、ゲットノードより、アプライダメージノードを配置します。スポーンエミッターアットロケーションノードにつなぎます。ベースダメージを 100.0 にします。最後にデストロイアクターノードをつなぎます。コンパイルして保存します。4、アニムノーティファイの作成と実装。4-1、通知用 BPI の作成。アニメーションモンタージュとキャラクターブループリントをつなぐブループリントインターフェースを作成します。右クリック、ブループリント、ブループリントインターフェース。名前を BPI プロジェクタイルにします。ファイルを開きます。新規関数を BPIF プロジェクタイルにします。コンパイルして保存します。4-2、バレットスポーンノーティファイの作成。アニメーションモンタージュで発射タイミングを通知するバレットスポーンノーティファイを作成します。右クリック、ブループリントクラス。すべてのクラスでノーティファイを検索します。アニムノーティファイを選択します。名前をバレットスポーンノーティファイにします。ファイルを開きます。関数、オーバーライドより、レシーブノーティファイを選択します。メッシュコンポーネントより、ゲットオーナーノードを配置します。ゲットオーナーノードより、BPIF プロジェクタイル、メッセージノードを配置します。レシーブノーティファイノードにつなぎます。リターンノードにつなぎます。コンパイルして保存します。4-3、アニムノーティファイの実装。アニメーションモンタージュにバレットスポーンノーティファイを実装します。TTS モンタージュを開きます。通知の1トラック上で右クリック、通知を追加、バレットスポーンノーティファイを選択します。トラックにバレットスポーンノーティファイが追加されます。セロフレームに合わします。デフォルトグループ、デフォルトスロットをデフォルトグループ、アッパーボディにします。アセット詳細、ブレンドオプション、ブレンドイン、ブレンドタイムを 0.0 にします。保存して閉じます。5、プレイヤーに攻撃を実装。左クリックすると攻撃するようにします。DPTTS キャラクターを開きます。カスタムイベント EV アタックを作成します。プレイアニムモンタージュノードをつなぎます。アニムモンタージュを TTS モンタージュにします。レフトマウスボタンノードを配置します。カスタムイベント EV アタックを呼び出します。レフトマウスボタンノードにつなぎます。5-1、通知用 BPI の実装。プレイヤーに通知用 BPI を実装します。クラス設定。実装インターフェースに BPI プロジェクタイルを追加します。インターフェースに BPIF プロジェクタイルが追加されます。BPIF プロジェクタイルを右クリックして、イベントを実装します。5-2、ノーマルプロジェクタイル。通常攻撃を作成します。カスタムイベント EV ノーマルプロジェクタイルを作成します。イベント BPIF プロジェクタイルに、カスタムイベント EV ノーマルプロジェクタイルをつなぎます。スポーンアクターフロムクラスノードを配置します。EV ノーマルプロジェクタイルにつなぎます。クラスにスポーンするアクターを指定します。DT プロジェクタイルにします。コリジョンハンドリングオーバーライド、オルウェイズスポーンイグノーコリジョンにします。スポーンする場所を指定します。メッシュコンポーネントを配置します。メッシュコンポーネントより、ゲットソケットトランスフォームノードを配置します。アニメーションモンタージュを開きます。スケルトンモードに移動します。マズルで検索すると、マズル01、マズル02、マズル03があります。今回はマズル01からだんだんで発射するようにします。スケルトンとアニメーションモンタージュを閉じます。インソケットネームをマズル01にします。リターンバリューを右クリックして、
構造体 P を分割します。ロケーションよりアドノードを配置します。ローテーションよりゲットフォワードベクターノードを配置します。ゲットフォワードベクターノードよりマルチプライノードを配置します。下のピンをフロートにして 50.0 にします。アドノードにつなぎます。スポーンアクターフロムクラスノードのスポーントランスフォームを右クリックして構造体ピンを分割します。スポーントランスフォームロケーションにつなぎます。ゲットソケットトランスフォームノードのローテーションをスポーントランスフォームローテーションにつなぎます。ゲットソケットトランスフォームノードのスケールをスポーントランスフォームスケールにつなぎます。検証用のイベントティックはもう不要なので削除します。コンパイルして保存します。起動してみましょう。右に傾いてますね。BTTTS キャラクターを開きます。詳細パネル、回転を Z263.0 にします。コンパイルして保存します。起動してみましょう。まっすぐになりましたね。エネミー、カッコ仮の作成。BTTTS キャラクターを複製します。名前を BT エネミーにします。6-1、タグの追加。アクタにタグを追加します。BT エネミーを開きます。詳細パネル、アクタ、タグズにエレメントを追加します。タグ名をエネミーにします。コンパイルして保存します。BT エネミーをレベルに配置します。起動してみましょう。BT エネミーに当たりましたね。障害物には当たってませんね。7、障害物にもヒットするようにします。BTG オブスタクルを開きます。詳細パネル、アクタ、タグズにエレメントを追加します。タグ名をオブスタクルにします。コリジョン、ジェナレートオーバーラップイベントを有効にします。コンパイルして保存します。起動してみましょう。ちゃんと障害物にもヒットしましたね。設定ファイル。タグを活用すると攻撃判定の管理がシンプルで便利ですね。攻撃がヒットするアクタとヒットしないアクタを区別するメリットは、ゲームバランスの調整。攻撃が当たる対象を限定することで、難易度や戦略性を調整しやすくなります。パフォーマンスの最適化。必要な判定を省くことで、処理負荷を軽減し、ゲームの動作をスムーズにします。視認性と直感性の向上。プレイヤーが攻撃対象を明確に認識できるようになり、ゲームプレイがわかりやすくなります。戦略性の強化。特定の敵にしかダメージを与えられない武器やスキルを導入することで、戦略の幅が広がります。バグや不具合の防止。攻撃該当しないオブジェクトに当たることを防ぎ、予期しない挙動を減らします。ゲームデザインの自由度向上。背景オブジェクトや無敵状態のキャラクターを攻撃対象から除外することで、より多様なゲームデザインが可能になります。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。